Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Niseko Kaiwai The Best 13 Deaths. それでは早速 Let's get it started. 1. Niseko Sanroku Parlor. ニセコは楽しいですね。こちらはニセコアンヌプリの36にありますコンテナ改造店舗。こういうの大好物のメシタビーズでございます。こちらは何やら美味しいサンドイッチがいただけるってことで参上。あたりはバブリーな貸別荘だらけでしたけど、まだまだ建設中でしたね。ニセコバブルはまだまだ続くんでしょうか。そんな別荘街に自然の木々が残った一角がポツンとあるこの海上コンテナは自分たちで改装して作ったんですって。あれまあすごいですね。かっちょいいですね。中に入ると大きな窓から日差しが入っていい感じ。木のカウンターも素敵じゃん。いいね。憧れるね、こういうの。ねえ、トゥデイズの自家製天然ぶりのツナとニース風ニセコ野菜のサンドを注文。ここは注文を受けてから作るので多少時間かかりますってことで、混んでたしね。はい、呼び出しベルが渡されるのでテラスで待ちましょう。時間はだいたい15分ぐらいだったかな。おお、すっごいボリュームだぞ。グータクさん、これは腹パンパンになるパン。パリッとしたバンズが未体験の食感でええ感じでしたね。なんといってもニセコの雰囲気が最高じゃないですかね。これ食べきれなくってね、夜中にゴソゴソ起きて残りを食うニセコのサンドがまたおつでしたね。でしたね。 2. Kuchan Ko-Car. こちらは駅前エリアにありますクッチャン駅から徒歩 7,8 分。夜の部は18時からですが、オープン前にこの行列。クッチャンの大人気中華飯店です。前回美味しかったのでね、五目あんかけラーメンのおかわりをいただきに参りました。なのになぜか、なんとメニュー若干変わったようなんですね。今回は五目あんかけ焼きそばと酢豚をオーダー。めっちゃ五目あんかけラーメン口だったのに残念。すっごい五目あんかけラーメン口になってたもんね。でしょう。でもあんかけ焼きそばも大好物なんで、もう満タイ。これもまたうましでしたね。黒酢の酢豚も美味しいよ。黒酢ってお酢のツンが強すぎない感じがいいよね。あんの硬さもちょうどいい。このおかわりボタンって斬新じゃない？初めて見たけど。そうそう、セットにするとご飯おかわりボタンってのを渡されてね、遊び心がいいですね。楽しい。そしてここは何食べても美味しいってことを再確認できて大満足です。夜は7時頃に来るのがいいかもね。一巡目の人たちがパラパラ帰り出す頃だから。そうだね。曜日によるのかもしれないけど、開店時間の5時には客が殺到するからね。そうだね。 3. Macquarie Boulangerie Gin. マッカリにございますブランジェリージンさん。こちらはメシタビーズ北海道屈指の名ブランジェリー。こんなとこにあるの？系の畑の真ん中系。看板もひっそりと置かれているため通り過ぎてしまうのでお気をつけください。はい、こちらはカントリースタイル巻き割り系のブーランジェリー。それにしてもいいところだよね。羊蹄山の目の前でさ、周りは畑で自然いっぱいの中にポツンと佇むパン屋さんって日本じゃないみたい。ヨーロッパの田園風景のようなね。ね、こちらは店内撮影 NG なのでね、店内の映像はありません。選ばれしパンたちが並ぶ小さな可愛いお店だね。この日は午後だったのでほぼ売り切れで、奇跡的にクロワッサンとくるみレーズンのパンだけが残っていましたので全買い。クロワッサンがあってよかった。やはりジンさんはオープン狙いで来るのがよろしいかと思います。間違いないね。いや、それにしてもやはりこのクロワッサンは本当に美味しいね。綺麗な層にパリパリ食感、くどくないのが不思議だ。だよね。きめ細かい幾重もの層がすごいの。そうだね。くるみとレーズンも美味しいわ。しかもお値打ち。このサイズハーフで400円。次の日の朝も食べたけど、時間を置くとうまさが凝縮されてるっていうか、ダバダーな感じ。ほんとね、違いがわかるよね。ジンさんのパンで迎える朝は格別ですな。朝はパンパンパパン。 4. Kuchan Narita. 目の前に羊蹄山がドーンな予定が、今日も羊蹄山はかくれんぼ。前回コロッケ定食が痛く気に入りましてね、今回は仲間を連れて裁縫でございます。はい、コロッケ仲間のグリーンです。ずーっと食べたくてやっと来れました。
成田さんのコロッケは素材の芋をなるべく活かすようなあまり手を加えすぎてないナチュラルなコロッケ。これがありそうでなかなかない美味しいコロッケなんです。すっげーコロッケ自体が美味しいってものではないんだけれども、コロッケは芋の出来次第的な味でね、このナチュラルさがいいんです。おで的にはこれが食べたいからニセコ経由ってパターン結構ありますね。なるほど。ニセコ言う理由が分かりました。今好きだからね、このへっこき親父は。確かにこれはどこにもないタイプのコロッケだ。そしてサイズも予想よりはるかに大きい。こりゃ皆さん来るのも納得ですね。そして今回新たな発見がありましたね。はい。メンチがもっと美味しい。ね、美味しいこれ。おからを入れてふんわりと。カスピ海ヨーグルトでジューシーですって。おなら？いくらじゃがいも王国北海道だからっておならは食べ物に入れないっしょ。違う。おからよ、おから。おからなんだ、びっくりした。もうなわけないでしょ。めちゃくちゃふっくらジューシーだし、くどくないし、これはメンチなのですかってくらい軽いメンチ。これはまた食べたいものが増えてしまいましたね。ニセコは美味しいものがありすぎる。だけど気軽にはそう来れない札幌ニセコ間 89.9km。 そうね、ガソリン高いしね。いつまでガソリンからリッター 78.9 円も税金取んのかしら。それだけじゃない、プラス消費税もだよ。半分以上税金なのにそれに消費税まで加算ってことは、ニセコ往復で20リッターくらい消費するから、揮発油税1578円も納税してんの。コロッケ定食食べるのに。プラス消費税だからもっとだね。コロッケ定食2食分の消費税も入れたら2000円オーバーだね。ペンちゃんルーイ。そこは日本語で言ってわかんないから。めっちゃ高。これはまた納税しちゃいそうですね。 Nose. だ、勤勉ね。飯田ビーズ。 5. Niseko del Sol. ニセコアンヌプリ川にありますデルソーレさん。やっとこさえ予約が取れましたんでね。人気店だからなかなか予約が取れないんです。はい、ずーっと来たかったお店。こちらのおすすめは、卵が嫌いでなければビスマルク、予約しないと入れませんという書き込みをしてくださった食べロガーさんに、ビスクマグクポーズで感謝の意を表しつつね。ぐったぐだや。ビスマルクポーズで感謝の意を表しつつね。はいはい、来たかったんだけれどもね、なかなか予約の空きとタイミングが合わなくってさ、ようやく参上です、いざビスマルクをと思ったら、なんとメニューにない。あれと思い、あれビスマルクってありませんでしたっけと尋ねると、夜のみのメニューということでね。ガーン。でも顎が外れてしまったおじさんを見かねた店主さんが、お出ししましょうかって言ってくださってね。優しい。晴れてまうやろ。ありがとうございました。マジ外れて大丈夫。まだはまんないの？よだれよだれ。マジ美味しくて飛んだこれ。あ、はまった。ねえ、思わずビスマルクポーズ出ちゃったね。出た出た。このビスマルクってピザはドイツの元首相ビスマルクに由来してるんだそうです。サッカーじゃなかったの？だのさ、ビスマルク首相は卵が好物だったことから、卵を乗せている料理は全てビスマルク風と呼ばれるようになったんだそうなんです。ドイツでは。そっか。ドイツ版バンドエイジね。あとで僕はね。あ、そっか。マルゲリータもマルゲリータ王妃が由来だったもんね。んだ。ちなみにビスマルクはドイツ統一の原動力となった名首相なんだそうで、明治維新の中心人物大久保利通や伊藤博文にも大きな影響を与えた人物らしいっす。そうなんだ。日本にまで影響が。ピザ生地がうまいっすね。過去最高にうまい生地かも。これ生地だけでもいけちゃう、そんな感じ。これは実に美味しいピッツァでした。他のテイストも食べてみたい。賛成。なんかさ、ニセコ行ったらスキーしたくなったね。ねえ、する？でも1日券高すぎっしょ。びっくりしたね。9500円ってゴルフより高い。びっくりしたね。6. ニューヨーク。Kyogaku Onsen. 京極の道の駅向かいにあるとってもありがたいやな温泉。ちょっと施設は古いですが、ゆったりと広々として気持ちのいいところだね。目の前にはドドーンと羊蹄山。サウナは12サイズとやや物足りないが、水風呂がすごいぬるめとカチンコチンの2種類あってね。そうそう。水面に水蒸気が上がるほどの冷たさ。
こんな体験は初めてだ。京極の名水水風呂は贅沢極まりないですね。ここの水風呂って京極の名水なの？そんなことはどこにも一言も書いてませんでしたが、京極の水風呂だから京極の名水ってことでいいんじゃないでしょうか。あら、でも最高に気持ちの良い水風呂加減でしたね。カチンコチンの方は体感12度くらいかな。引き締まりますね。おでんの大砲も一瞬でタケノコの里状態。こら、宇宙の大風呂にかかる橋を渡って露天風呂へと出ると目の前にはドドーンと予定山。こんなめない贅沢ですな。ドドーン。湯上がりのくつろぎどころも広々とした畳の間が快適。600円で最高の整えをいただきました。素晴らしいの一言ですな。砂。 7. Today's Katsu Curry Kuchan Soba de Kolo Fukui. かなりくっちゃんの町外れにあるお蕎麦屋さん。こちらはインターナショナルに成功にあっても 100% ジャパン。お昼休みのお父さんや OL さんたちのお昼ご飯どころって感じっすね。外国人対応の気配は全く感じませんでした。蕎麦屋って外国人受けいまいちなのかな。うどん屋さんは優たちでいっぱいだったのにね。確かにそばが一番受けないのかもね。だけどもオイラはカツカレー。美味しそう。懐かしい感じのやつだ。さ味はあんまり蕎麦屋っぽくないんだけどもね、一さじ目で思わず懐かしいが口から出ましたね。昔オープンを手伝ったお店のまかないで出してもらったカレーを思い出しました。安心安全日本のカレーってやつですね。トロトロ玉ねぎのやつでしょ。そうそう、なかなか最近見ないね、そういうカレー。そうなんだよ。美味しいカツカレーごちそうさまでした。ちょっと提供時間はゆっくりめなので時間に余裕を持って訪れた方がいいかな。お母さんの手が治れば大丈夫でしょ。そうそう、この時お母さんが手首骨折しててね、痛々しかったです。治ったかな母さん。お母さんお大事に。このカレー私も食べたいな。次回は私も食べよう。なんとこちらの蕎麦屋さん、はい。ラーメンもあるんです。 8. Makari Ishimame. 羊蹄山のふもと、素敵なロケーションに佇むこちらは石臼を豆に引こうというのが店名の由来である石豆さん。目的地周辺です。音声案内を終了しますって。ここでついつい通り過ぎてしまいがちの風光明媚な所ジョージ。開店時間ともなるとすごい車列ができてるんでね、逆に目立つかもですね。とにかく入店難易度はニセコナンバーワンじゃないですかね。間違いない。何度チャレンジ失敗しただろうって方も多いんじゃないですか。我々もだけど。そうそう、やっとこさです。お店に入り呼び出しベルをもらい車で待機。だいたい1時間半ぐらいは待ったでしょうかね。案内される頃には営業終了の看板が出されていましたね。はい、こちら石豆さんのお蕎麦は黒松内の農家さんが作る長和在来種の原そばを真空4度の保冷庫に通年保存しておりましてね。4度、そういえば4度 C ってお店あった。よく買い物したな。嘘つけ、もう素敵店よ。ヨドバシ系列じゃないんだ。ヨドバシじゃねえよ。そっか。その原そばを毎日脱皮から手引き、自家製粉、手打ちまで全ての工程をその日のうちにされて提供してくださるというありがたいお蕎麦なんでございます。それは待ってでもいただきたくなりますね。でしょう。今まで見たことないブツブツとした表面、お蕎麦の香りもしっかりと、噛むと甘みもちゃんとある。ブツブツ甘いの蕎麦が。そう、蕎麦本来の味がしっかり感じられる。これは待ってでも食べる価値アリアナグランデね。誰？ 9. Kuchan Cafe Crepe Riz. くっちゃん駅前にあります米農家さんが営むクレープ屋さん。偶然通りかかって米粉グルテンフリーの上りが目に飛び込んできたんだよね。棚からぼたもち一石二鳥とはまさにこのこと。ずっと米粉スイーツ探してるんですけど、なかなか美味しいのに当たらないんでね。このお店に出会えてうちのおじさん気色満々ね。お店の名前をクレープリズだと思っててさ、 Google に音声検索かけても知らん言われてね。そうそう、よーく確認したらクレープリだったというね。そうそう、 RIZ でリはフランス語なんです。意味はお米。なるほど、ザワールド。米農家さんだったもんな。こちらのクレープ米粉で作られているんですが、
なんと The Best Crepe in My Life でございます。 The best crepes in my life. このシュガーバターは最高なの。生クリームやフルーツの入ったやつはあんま食べないんですが、プレーンなクレープが好きでございます。シナモンバターも美味しいね。美味しいね。表面パリパリの一口噛むともっちもち、米粉ならではの不思議食感。そういえば札幌にもお店できたみたいだね。リさん、韓国人みたいだね。リだけだったね。今度そっちも行ってみよう。10. Kuchan Patty Daddy Burger. くっちゃん駅前ゾーンにございます。ハンバーガー屋さん。なんとも楽しい外観ですね。飲みに来たくなる感じ。ねえ、お店の中もおしゃれだし、ドクターペッパーもちゃんとあるし。ほんとドクターペッパー好きだよね。ドクターペッパーのないハンバーガー屋はウォシュレットのないトイレみたいなもんさ。もっとマシな例えないかな。パティダディさんでは北海道産ビーフを自家製粗挽きミンチでパティにしているなかなかパワフルなバーガー。粗挽きだからジューシーでちょいとワイルドなテイストなのがドクペによく合うわ。うまし。うまじゃないわよ。牛、牛肉よ。バンズは地元のベーカリーで作っているものを使用。ポテトはもち地元産じゃがいも。ホクホクで美味しいね。なかなかワイルド系バーガーだね。ってことはあれかな、パティダディって店名はパフダディをもじったのかな。パフダディ？アメリカヒップホップ界の大物さ。この曲ポリスのカバーやった人ね。そうそう。ポップの人ってなんかやたら殺されてない？殺されたラッパーは100人以上だってさ。アメリカで最も危険な職業の一つと言われているんだそうだよ。なんでなの？ヒップホップ世代じゃないから分からんけど、多分批判的な歌詞が多いんでしょ。ヒップホップはいろいろ敵を作りやすいんじゃないのかな。あとヒップホッパーは SNS に金銀財宝札束をひけらかす傾向があって強盗に狙われやすいんだそうだ。ちょっと美味しいハンバーガーの話がなんて物騒な方向に行っちゃってんの？おっといけねえ。ちなみにドクターペッパーはテキサス州ウェイコで1885年に誕生した炭酸飲料で、なんか少なくない？あれ誕生した炭酸飲料で、いやだいぶ多い。コカ・コーラやペプシよりも古く、発明者は薬剤師なんだそうだよ。薬だったんだ。だからおで薬物中毒だったのかもしれねえ。だからか。11. Kuchan Yortezan. 羊蹄山のふもとにあるこちらは視聴者さんからのタレコミいただいたお店ですね。そうそう、前日お昼時に店の前通ったらすんごい人だったんでね、今日はオープン狙いでお邪魔しました。はい、大正解。食べ終わって帰る頃には待ち人がいっぱいでした。こちらは初代が100年以上前に越後から開拓農民として入植以来、脱炭そばの栽培を伝承されているそうなんです。100年前から、それはすごいでしょう。今では店舗の裏にヘリポートまであるんだって。ホームページに書いてあった。ヘリポート？なんじゃそりゃ。世界の VIP がお忍びで来るのか？ニセコならありそうだけど、聞いてみたんよ、お会計の時。あるにはあるんですけど、今まで誰もヘリではお越しになったことはないんですよって笑ってた。いや、来てても言えんだろそりゃ。そっか、高須委員長なら来そうだけどね。イエス、羊蹄山ってか。そう、羊蹄山の伏流水に自家栽培のボタンそば、美味しいおすえてか、おすすめはお豆腐の乗ったやつだったんだけど、初見ということで森で行かせていただきました。俺の初見はカツカレーでってのと同じだね。そうね。それにしても水の美味しいところには美味しいものがある。今回10割頼んだんだけど、お上品な細切りでキュッと締まってましてね、こりゃ28も美味しいに違いねってね、垂れ込んでくださった視聴者さんに感謝でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。12. Hilafu Raheel. こちらは1997年にここクッチャンにオープンしたお店。自家製イタリアンジェラート店としてはかなり先駆者でしょうか。北海道の牛乳、羊蹄の天然水、新鮮な旬の果物をそのままジューサーにかけて作る贅沢なイタリアンジェラート。こちらのジェラティエーレは牛乳の殺菌から販売まで全てを一人で担当されているそうなんです。牛乳の殺菌まですごっ。さっき知ったんだけどね。分かったっちゅうの。すごいですね。初めて食べた時びっくりしたもの、ここのジェラート。ねえ、
完熟した旬の果物をソルベにしたシャーベットが美味しいの。ミルク系のナッツやブルーベリーミルクも最高だけど、やっぱここはフルーツ系がいいね。んだ、プラムやゴールドキウイがお気に入りフレーバーかな。あ、スイカも美味しい。スイカもいう今回3日間ニセコに滞在したんですが、毎日来てしまいました。はい、全フレーバー制覇。イエイ。あ、ルヒエルさんほかジェラートについての特集、ガチまた食べたいジェラートズのビデオも見て。13. Macquarie Restaurant Macarena. 1997年創業、マッカリーナでマッカリーナという店名になったこちらは札幌の老舗フレンチモリエールさんの系列。またご冗談をフランス語かなんかとマリアージュしてるんでしょこれ。違うの、マッカリーナなの。マジで、ダジャレっぽくておでがつけた名前みたいだな。そうだね。オーナーの中道シェフはいい料理にはいいお水が必要ということで、マッカリに水を汲みに訪れていたことがきっかけで野菜などを仕入れるようになり、そこからマッカリに小さくてもいいから美味しいフレンチができたらいいなと夢を抱くようになったんだそう。へえ、そういうプロセスだったんだ。はい、やがてこの夢に賛同する人たちが集まり、当時のマッカリ村長も村おこしを考えていたことから誕生したのがマッカリーナなんだそう。書いちゃうか。誕生したのがマッカリーナなんだそう。完全な村おこし主導のレストランかと思ってたで。フレンチレストランってなんか肩肘張るイメージがあるけど、モリエールさん系列は肩肘張らないのが好きなんだよね。そうだね、カチンコチンなのは水風呂だけで十分さ。お料理は地元の食材を使ってるからどれも新鮮で彩りも綺麗、見て楽しい、食べて感動しちゃうよね。前菜の数の多さにびっくり、見とれすぎて説明 2,3 個しか聞けんでなかった。いえいえ、何一つ覚えてません。トマトの甘さだけを鮮明に覚えてるけど、うまかったね、あのトマトね。すっごい甘かった。あとブロッコリーそのまんまってのはびっくりしたね。斬新すぎるね。パンがこれまた感動で、聞いたんだよね、パンもここで焼いてはるんですかって。そうそう。そしたら地元のブーランジェリーで焼いてもらってますってね。それがブランジェリージンさんのパンだったんですよ。ねえ、ここに来なければジンさんのパンも知らずじまいだったもんな。ねえ、どっちも大好き。あ、おでとパンってこと？パンとマッカリーナ。がっかりーな。Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo no Asa Gohan des. Otanoshimini. See you soon. ニセコ楽しそうですよね。ちょっと外人だらけで怖い感じもありますが、ここは日本なのかみたいな感じになっちゃってますね。そうだね。バー巡りをしたいね。ああ、したい。楽しそう。っていうかバーをやったら面白そうだなと思ったね。世界中の人が来るからね。そうだね。週末とか曜日関係なくみんな来そうだから。なんかもう昔は冬のイメージだったけど今は関係なさそうだ。ラフティングにあんなにたくさんの人が訪れてるとは。ね。十勝に行ったらトラックの後ろにね、牧草ロールを山積みにして走ってるけど、ニセコに行くとラフティングボートを山積みにしてトラックが走ってるっていうね。面白いよね、あれ10年ぐらい前かな、言われたんだよね。ニセコでやらないの？ニセコでやったらいいんじゃないみたいな話はね、やったらされたんだけど、いや冬はいいけどさ、夏どうすんのみたいな風にそうだね、思ってたんだよね。やっぱね、ずっと北海道にいる人間はそのイメージがあったよね。まあだけど実際問題多分10分の1ぐらいじゃない。いくらラフティングに人がいっぱい来てても、そうね、冬はだけど毎日がゴールデンウィークだね。毎日がゴールデンウィークの場所で商売をするってどんなに儲かるか分かります？特にバー業態ね、すごいですね。もうそんなにすごくなるんであれば半年でも十分稼げるわっていう感じだよね。だけども外国人も簡単に商売できるからさ、日本。そうだね、逆に制限がないんでしょ。日本人がやってるバーには来ない、誰も来なくなっちゃう可能性あるね、逆にね。そうね、日
本人の観光客もあんま行かなそう。あとあれだよ、やっぱり奴らはさ、ごちそう食べに来るわけじゃんか。ああ、そうだね。だからニセコだと日本人の女の子がいないからあんまり盛り上がんないかもしれないね。よく札幌まで来てたもんね、冬。ごちそう食べてね。みんな元気かな。